貧乏生活にも慣れてきたか？離婚届にサインをしながら、夫はそのように聞いてきた。私は記入済みの離婚届を受け取ると、こう言ってやった。そうね、タワマン30階の生活は最高よ。はあ。夫は私の現在の生活を知り絶句した。どうしてお前が俺よりいい生活を？私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。私には現在マサトというお付き合いしている男性がいる。彼とは合コンで出会い、積極的にアプローチを受けたことがきっかけでお付き合いすることになった。彼は私よりも5歳上で、現在は37歳だ。俺は仕事さえしていればいいと思ったんだけど、親に結婚をせかされててさ。だけど、そのおかげで合コンに参加する気になってのぞみと出会えたから、せかしてくれた親に感謝だな。彼はそうやって嬉しいことを言ってくれた。また私も今まで仕事中心の生活をしてきたので、彼に共感できた。だが私の親はすでに亡くなっていて、親に花嫁姿を見せることができなかった。私はそういう辛い経験があったので、彼には親孝行をしてほしいと思った。自然と私たちは惹かれ合い、そして二人で会うように。何度かデートを重ねていき、彼から告白をされて付き合うようになった。5歳も年齢が離れているものの、なんとなく精神年齢は近い気がする。だから同年代の人といるような感じがして、普通に楽しく会話ができている。今まで仕事に打ち込んできてしばらく彼氏がいなかったので、私はうまく恋愛ができるか不安だったが、彼はとても優しくリードしてくれて、年上らしい包容力もあった。私はそんな彼にどんどん惹かれていっている。結婚にこだわっているわけではないけれど、もし結婚をするなら彼とがいい。そんな風に私は思っていた。そしてお付き合いを始めてから今月で1年が経った。するとある日、彼が私にプロポーズをしてくれたのだ。ずっと、俺のことをそばで支えてほしい。俺と結婚してください。はい。よろしくお願いします。こうして私たちは結婚することになった。私はまさかこんなタイミングで結婚が決まるとは思わなかったので驚いた。彼からはプロポーズをするような雰囲気はなかったからだ。付き合ってちょうど1年の記念日だったから、雰囲気のいいレストランで食事をしたのだが、それは記念日のために選んだお店だと思っていた。だが実際に指輪を渡されて、プロポーズをされると嬉しさがじわじわとこみ上げてきた。私もついに結婚するのかと、ニヤニヤが止まらなくなった。その後、私はすぐに彼の実家に行き、ご両親に挨拶をすることに。すでに私の両親は亡くなっているので、両家の挨拶は必要なかった。彼のご両親は笑顔で優しく出迎えてくれて私は安心した。結婚も承諾してもらえてよかった。それから私と彼は婚姻届を提出。彼から、俺ももうこの年齢だし、それにお金ももったいないから、結婚式は挙げなくていいんじゃないかな。と言われたので、私たちは結婚式を挙げずに結婚をすることにしたのだ。ちょっとだけ結婚式には憧れはあったが、私はもう親を亡くしているし、確かにその分のお金を別のことに使った方がいいなとは思った。そして結婚をした私たち。プロポーズから新婚生活が始まるまであっという間で、一緒に暮らし始めてようやく私は結婚をしたのだと実感した。最初は共働きで私も仕事をしていた。だが結婚をして1ヶ月ほどが経った頃、夫から仕事を辞めてほしいと言われてしまった。どうして？私は仕事が好きだったし、ずっと続けるつもりだったので驚いた。だってのぞみ、仕事が忙しくて家事がおろそかになっていることが多いじゃん。晩ご飯だって作り置きだったり、お惣菜を買ってくることだって多いし。俺の稼ぎだけでも生活はできるから、家庭に入ってほしいんだよね。そっか。私は夫にそう言われて自分を反省した。いや、本当なら共働きだから夫も家事をするべきなのだが、
その場の空気感というか、なんとなく私が家事を担当するというのが当たり前になっていて、私も無意識に納得してしまっていた。そして私は仕事を辞める決断を取ってしまったのだ。これからは専業主婦なんだから家事はしっかりやれよ。はい。夫は自分が養ってやっているということをアピールしたいようで、上から目線でいろいろと指示を出してきた。俺はキンキンに冷えたビールが飲みたいんだよ。凍らない程度に冷凍庫で冷やせよ。グラスもちゃんと冷やしておけよ。あと、いっぺんに料理を出すんじゃなくて少しずつ出せ。俺は熱々の状態で食べたいんだ。いっぺんに出されたら冷めちゃうだろ。ごめんなさい。気をつけろよ。はい。夫はそうやって私を従えているのに快感を感じているようだった。しかも夫は私に対して全然生活費を与えてくれなかった。月に2万で足りるだろ。そんな金額じゃ全然足りない。しかも夫はビールを必ず毎日2缶飲むので、ビール代だけでかなりかかってしまう。そんな状態では食材にかけるお金はほとんどない。私は業務用スーパーに行ったり、お勤め品の食材を買ったりしてなんとか切り詰めていた。そしてメニューも工夫して、なんとかいろんな料理を作った。最初の頃は夫も満足していた。だがすぐにメニューはそんなに多いパターンは作れない。そのため、夫はだんだんと文句を言うようになってきた。ちょっとワンパターンじゃないか。この料理先週も食ったよな。もっと別の料理も作れよ。専業主婦なんだからちゃんとしろよ。ごめんなさい。私はすっかり夫に洗脳されている状態になっていた。そんな中、義実家に行く機会があった。その時も夫は私にいつもの癖が出ていた。おい、お茶。はい。言われる前に動けよ、ボケが。夫の言い方に義母が驚いていた。ちょっとマサト、あなたなんて言い方をしているの？お嫁さんは家政婦じゃないのよ。母さん、いいんだよ。俺たちはこれが普通だから。そんな。夫がそうやって言ったので、義母もそれ以上は何も言えない様子だった。そして義父は笑いながら、マサト、いいぞ。ちゃんと嫁を従えているようだな、と言った。この家の男たちはどうやら同じ性格をしているようだ。また義母も義父に同じような目に遭っているのだろう。よくよく観察すると、義父も義母に対していろいろと指示をして奴隷のように扱っていた。義母は申し訳なさそうに義父の言うことを聞いていた。その姿を見て私はハッとした。このまま夫の言いなりになったら私もああなってしまうのか。そんなの絶対に嫌だ。私の人生は私が責任を持たないと。それから私はまず自分で生活力を持たないといけないと思った。そのため在宅でできる仕事を探すことにした。まずあんなに少ししか食費をもらえない状況を何とかしたいと思い、私は今までの経験を生かしてフリーランスとして働くことに。もちろん夫には内緒で始めるつもりだ。扶養が外れない程度で働き使える食費を増やしながら、仕事のコネもどんどん増やすことにした。私の目論みは当たり、継続して仕事をもらえるようになった。そして使える食費が増えたので、作れる料理の幅も広がった。夫は、ちゃんとやればできるじゃないか、と満足そうにしている。そんな中、夫に関して気になることが出てきた。それは不倫をしている疑惑だ。夫は残業が増えたり、急な出張が増えていた。そして休日にはおしゃれをして一人で出かけている。明らかに不倫をしていると思う。見た目だって気にしていなかったのに、美容室に行ったりしているし、高そうな腕時計を買ったりしている。私が何も言わないことをいいことに、夫は自由気ままに遊び回っていた。そのおかげで、私はたくさん不倫の証拠を集めることに成功した。夫は何も気づいていないだろうが、私はいつか来る日のためにいろいろと準備をした。
そしてそれから私は仕事も徐々に増やしていった。事情を話して給料の振り込みはいろいろと解決するまで少しずつ支払ってもらうことに。話のわかるクライアントと出会えて本当に良かったと思う。私は自分一人で生きていけるだけの稼ぎを得られるスキルを持っていた。だから夫に対して負けずに言い返せるようになった。おい、飯。私は飯じゃないわ。あ、飯を用意しろでしょ。なんだその態度は。私を奴隷のように扱う。あなたの態度の方がひどいと思うけど。はあ。お前、生意気だな。そんなことをしたら生活費を一切渡さないぞ。ニートのお前は俺がいないと何にもできないだろ。もう限界よ。これからもあなたと一緒に生活をするくらいなら、私はホームレスにでもなった方がマシよ。そうかよ。じゃあ、お前はホームレスになれ。今すぐここから出て行け。夫が顔を真っ赤にしてそう言ったので、私は荷物をまとめて出て行った。とりあえずビジネスホテルに宿泊し、それから安い賃貸の部屋を借りて夫への訴訟の準備を進めていた。するとそんな中、私のもとに予想していなかった話が舞い込んできた。それは母の妹、つまり私の叔母についての話だ。親戚から私に連絡が来たのだが、叔母が亡くなりその遺産を私に相続させることになったそうだ。叔母は会社経営をしていたため、大金を持っていてさらにタワマンを所有していた。その部屋も私が相続することになったのだ。これは私の新しい人生の門出の祝いとして受け取ることにした。それから夫の家に私は向かった。持っていた鍵で家に入る。すると家には夫の他に別の女性が住んでいた。お前何をしてるんだよ。夫は私がいきなり来たのでびっくりしていた。何動揺してるの？あなたが私を追い出したら不倫相手を連れ込むことは分かってたわよ。知ってたのか。ええ、もちろん慰謝料を要求するから安心してちょうだい。ちょっと私慰謝料とか聞いてないんだけど。はあ。お前、何様のつもりだよ。あなたこそ何様のつもり？私を追い出して不倫をして恥ずかしくないの？お前みたいなニートババアよりも若い女と一緒の方が楽しいだろ。俺は金を稼いでるんだからな。そう。まあいいわ。じゃあ、この離婚届にサインをしてちょうだい。私が離婚届を渡すと、夫は肩をすくめながら受け取った。お前の方から用意をしてくれてよかったよ。貧乏生活にも慣れてきたか。離婚届にサインをしながら、夫はそのように聞いてきた。私は記入済みの離婚届を受け取るとこう言ってやった。そうね、タワマン30階の生活は最高よ。はあ。お前、何くだらない嘘をついてんだよ。嘘じゃないわ。私の叔母から相続をしたの。あとそれと私はニートじゃないわよ。在宅で仕事をしているの。今までは扶養内の数万円程度の稼ぎだったけど、離婚後は月に30万ほど入る予定よ。嘘だろ。夫は私の現在の生活を知り絶句した。どうしてお前が俺よりいい生活を？不倫相手も最初は勝ち誇った顔をしていたが、私の方が幸せをつかんでいることを知り絶句していた。残念だけどあなたたちには不倫による慰謝料を請求するし、モラハラによる慰謝料も請求するから。弁護士にはもう話をつけているし、内容証明も職場に送るからね。そんな。会社にそんなことがバレたら俺はどうなるか。まあ、いろいろと調査が入るでしょうね。でも、あなたにやましいことがなければいいんじゃない？夫はとても焦った顔をしていた。そうだな。必死に取り繕ってはいたが、心当たりがあるようだ。私はそんな夫を横目に、
離婚届をカバンにしまって家を出た。その後、私は弁護士を通して夫と不倫相手に慰謝料を請求。夫に対してはモラハラについての慰謝料も請求した。夫は会社で今回の件を知られ、社内調査が行われた。その結果、部下にパワハラをしていたことが明らかになり、降格処分の上で地方に飛ばされたそうだ。不倫相手はそんな夫についていくわけもなく、あっさりと彼を捨てたそうだ。元夫は誰もいない地方の窓際部署で孤独に働きながら、寂しい生活を送っているようだ。一方、私はタワマンで快適で幸せな生活を送っている。仕事もたくさん受注できているし、貯金を増やしながら今後の生活を安定に過ごしていこうと思う。大体ね、あなた、マサトにどれだけ自由にさせてもらっているか自覚してるの？マサトは大企業に勤めて月に50万も稼いでいるのよ。本来ならあなたは家庭に入って激務をこなして家族を守っている夫を支えなきゃいけないのよ。それなのに、私がいくら言ってもあなたはそうやって生意気な態度をとってくるわよね。いい加減もう限界よ。マサトとは離婚しなさい。そう言って義母は引き出しから離婚届を取り出してきた。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫のマサトとは結婚して5年になる。結婚してから私たちはそれなりに幸せに暮らしていたが、とあることをきっかけに私たちの関係は崩れていった。そのきっかけとは義母だ。私と夫はもともと2人で賃貸のマンションに暮らしていた。しかし2年ほど前に義父が病気にて他界。一人になった義母は、やたらと同居を迫ってくるようになった。私は正直言って同居には反対だった。やっぱり夫婦2人で暮らしたかったし、同居をする場合は義実家に住むことになる。私は今の賃貸マンションがとても気に入っていたから、引っ越しをしたくなかったのだ。だが義母は同居をしたいと言い出すようになってから、何度も我が家に来るようになった。夫も最初は、まだ同居しなくても、母さんも元気じゃないか、と言っていたが、義母が何度もやってくると、めんどくさくなってきたのか、のぞみ、母さんがここまで言ってくるから同居してやろうと思うんだけど、どう？と義母の推しに負け始めてしまった。結果的に2対1となってしまい、私は同居を承諾せざるを得なくなってしまったのだ。こうして始まった義実家での同居生活。だがそれは地獄の始まりだった。義母はとても古い考え方をする人で、嫁である私が働いていることが気に食わないらしい。どうしてマサトの方が先に帰ってくるのかしらね。普通は嫁は晩ご飯を作って夫を出迎えるものでしょう。遊ぶ金欲しさに働いて家事がおろそかになるようなことをするなんて最低な嫁ね。義母はそう言って私のことを毎日のように責め立てる。私は遊ぶ金のためではなく、生活費のために働いているんです。私はそう言うが、義母は全く耳を貸さなかった。そうやってごまかそうとしたって無駄よ。マサトの稼ぎだけで十分なんだから仕事は辞めなさいよ。義母はそうやって私に仕事を辞めるように言ってきた。母さん、やめろよ。のぞみは俺たち家族のために働いてくれてるんだから。そうやって制限させるようなことは言わないでくれ。でも、夫は義母が私を責め立てると、飛んできて私を守ってくれる。義母は一人息子である夫に言い返されると言葉に詰まってしまう。自分の大事な息子とは争いたくないという感じだ。のぞみさんに洗脳されてるようだから、私がいつかその洗脳を解かなきゃ。義母は夫がいない時に私にそう言ってくる。ただ嫁いびりがしたいだけなのか、それとも古い考え方で頭が凝り固まっているのかはわからないが、もう少し柔軟になってほしいものだ。そもそも同居を迫ってきたのは義母の方なんだし、夫が毎回私を守ってくれるので、夫がいる時は義母は私に対して口うるさく言わなくなった。だが少しでも夫がその場からいなくなると、ここぞとばかりに嫌味を言ってくる。
どうしてあなたはマサトに食べさせてもらっているというのに、食器洗いをマサトにさせているの？信じられないわ。これは私たち夫婦が2人で決めたルールです。マサトさんが料理ができないので、私が毎日作る代わりに皿洗いはマサトさんがやることになったんですよ。私がそう言うと義母は嫌そうな顔をする。私の時代はそんなこと許されなかったわ。それにあんなまずい料理を作っておいて、何上から目線でいるのかしら。もっと美味しい料理を作ってから皿洗いを頼みなさいよ。マジであんたの分だけ毎日飯抜きにしてやろうか。そんなことを本気で思った。私は基本的に薄味で調理をしていた。夫の健康診断の結果があまり良くなかったからだ。それに義母だって高齢だし、健康には気を使った方がいい。だから薄味にしていたわけで、そんな風に文句を言われる筋合いはない。嫌なら自分で作れっていう話だ。そして義母に対しては他にも不満がある。それは金遣いが荒いことだ。義母はすぐに新しい服とか高いブランド物のバッグなどを買い出す。買った服をいつも鏡の前で合わせているのを見て私は顔をしかめてしまう。お母さん、また服を買ったんですか？何よ、文句あるの？別にあなたがお金を出しているわけじゃないんだからいいじゃない。マサトがたくさん稼いでいるから、あなただってこうやって裕福な暮らしができているのよ。そのマサトを産んだのは私なんだから、あなたは私にもっと感謝すべきよ。本当ならあなたが遊ぶために働いているお金、全部私につぎ込んでほしいものだわ。私はゾッとした。義母なら私の給料をそのまま渡したらすぐに使い切ってしまいそうだ。絶対にそんなことはしないでおこう。幸い自分の口座の通帳はすでに電子に変えていたので、通帳を見られる心配はない。共有口座の方は私の部屋に厳重にして隠しておこう。それにしても義母に対して真実を言えないのは辛い。実は私と夫の稼ぎを比べると私の方がはるかに上だ。私は一般企業の会社員として働いており、現在は課長のポジションにいる。その上で、土日は数年間の留学をして培ってきた英語力を活かして、オンラインでの英語講師をしている。私は自分で言うのもなんだが、人気の講師だ。だから会社員と英語講師の収入を合わせると結構なものになるのだ。一方で夫はもともとは大企業で働いていたのだが、仕事が激務すぎて心を病んでしまった。その結果、退職することになり、現在はアルバイトをしながら再就職先を探している最中だ。とは言ってももうそんな生活を2年ほど続けているので、多分だが正社員の仕事を探すつもりはないんじゃないかと思う。同居をする際に夫は義母に心配をかけさせたくないからと、自分が心を病んで退職したことは話さないでほしいと頼み込んできた。もし知ったら前の会社に怒鳴り込みに行くかもしれないからだそうだ。確かに息子を溺愛している義母ならそういうことはやりかねない。私は夫の頼みを聞いて義母には収入については言わない約束をしていたのだ。だが義母はことあるごとに夫が稼いで私を養っていると言ってくる。義母の無駄遣いだって私の収入から出ているというのに、こんな風に言われて存在に扱われるのは納得がいかない。少しずつ私の中でストレスが溜まっていった。そんな中、ある日私のもとに友人から連絡が。彼女とは忙しくて半年ほど会っていなかった。だからいきなり連絡が来て嬉しかった。もしもし、どうしたの？あ、のぞみ。旦那さんってまだ再就職ってしてないんだよね。そうだけど、なんで旦那の話？いや、私さっき取引先のところから帰ってくるところで、車で街中を通ったんだけど、のぞみの旦那さんが若い女の子と腕を組んで、歩いているのを見かけちゃって。私は頭が真っ白になった。夫が不倫。そんな、ありえない。
私たちは喧嘩することだってあるけれど、仲のいい夫婦だ。夫は義母から私のことを守ってくれるし、家では普通に会話もする。それなのに不倫だなんて。だが友人が冗談を言っているとも思えない。久しぶりの連絡だし、しかも仕事をしている日中にわざわざ電話をかけてきている。そんな悪ふざけをする友人ではない。私は夫を信じたい気持ちと不安な気持ちで心の中がぐちゃぐちゃになった。これはもう白黒はっきりさせるしかないと思い、私は興信所に調査を依頼することに。調査結果が出るまでの数週間は本当に落ち着かなかった。そしてそういう時に限って義母はめんどくさかった。マサト、私今度海外旅行に行きたいわ。海外。どうして急に？お友達がね、還暦のお祝いに息子さんからヨーロッパ旅行をプレゼントしてもらったんだって。だから私も今度の誕生日にヨーロッパ旅行に行きたくて。そうか、母さんは今度還暦か。夫は腕を組んで目の前で考え出した。いやいや、あんたが悩むことじゃないから。お金を出してるのは私。そして絶対に反対。私はそんなことを心の中で考えていた。夫に対して不信感を抱きながらも、まだ結果が出ていない以上、収入のことは言わないようにしていた。すると夫はいいよと承諾してしまったのだ。これにはさすがに私も止めに入った。ちょっとマサト。そんなこと勝手に決めないでよ。ヨーロッパ旅行って結構かかるじゃないのよ。私が慌ててそう言うと、義母が食ってかかってきた。何よ。あんたには頼んでないわよ。私はマサトにお願いをしてるの。家にお金を入れてない上に、家事もまともにやらないあなたが口を挟まないでちょうだい。義母は私に向かってそう叫んできた。そして止まらなくなったのか、さらにこう続けた。だいたいね、あなた、マサトにどれだけ自由にさせてもらっているか自覚してるの？マサトは大企業に勤めて月に50万も稼いでいるのよ。本来ならあなたは家庭に入って激務をこなして家族を守っている夫を支えなきゃいけないのよ。それなのに私がいくら言ってもあなたはそうやって生意気な態度をとってくるわよね。いい加減もう限界よ。マサトとは離婚しなさい。義母はなんと私に夫と離婚をしろと言ってきた。これには私もそうだが、夫も驚いている。ちょっと。母さん何を言ってるんだよ。離婚だなんて勝手に決めるなよ。マサト、あなたこの女に騙されているよ。この女はね、あなたを都合よく利用してるだけなんだ。だからこのまま一緒にいたらきっと不幸になるわ。だから別れなさい。そう言って義母は引き出しから離婚届を取り出してきた。まさかこんなものまで用意しているとは思わなかった。夫もびっくりしている。母さん、いい加減にしてくれよ。なんで離婚届まで用意してるんだよ。夫はどうやら私とは離婚をする気はないらしい。この時、私は少しだけ淡い期待を持っていた。夫が私と離婚をしたがらないのは、私のことを愛しているからだと。そして友人が見たのは他人の空似だと。夫は不倫なんてしておらず、ちゃんと私のことを思ってくれている。そう信じたかった。だから夫が拒んだように私も離婚届にサインすることは拒んだ。しかしそんな私の淡い期待はすぐに打ち消されることになる。興信所の調査結果が出たと連絡が来たので、私はそれを受け取った。中身を確認すると、そこには夫の不倫の現場を写した写真が何枚も入っていた。やっぱり夫は不倫をしていたのだ。私はショックだった。そして同時に激しく怒りが湧いてきた。家ではいい夫を演じておいて、夫は裏では若い女と楽しく過ごしていたのだ。不倫相手はバイト先のカフェの店員だそうだ。24歳で私や夫よりも10歳も年下だ。
相手がそんなに若いこともあったのか、私は一瞬にして夫への愛情が冷めた。そしてそのタイミングで義母が本当にヨーロッパ旅行を予約してしまった。もちろん私は行くつもりはなかったのだが、義母は勝ち誇った顔で、のぞみさん、あなたはお留守番よ。いつもマサトの稼ぎを好き放題使ってるんだからね。と言ってきた。ただでさえ私が行かないのに、嫁いびりがひどい義母と不倫をした夫の海外旅行費なんて出したくはない。だから私は夫に耳元で言ってやった。あなた、今回は自分のお金で行ってね。すると夫はかなり動揺して小声で言い返してきた。ちょっと待ってくれよ。夫婦のことなんだからちゃんと支払ってくれよ。あくまでも私に頼るつもりのようだ。この時、夫が私のことをお金を稼いでくる、都合のいい家政婦という風にしか認識していないことがはっきりと分かった。私、あなたと離婚するわ。は？どうして離婚になるんだよ。私は義母にも聞こえる声で言っていたので、義母はとても嬉しそうに離婚届を持ってきた。やっとこの家から出ていくことにしたのね。マサト、よかったわね。これであなたのお金をドブに捨てなくて済むようになるわよ。ああ。夫はここまで隠してきてしまった手前、義母に対して真実が言えないようだ。義母に促されるままに離婚届にサインをした。私はそれを受け取り、じゃあ私が責任を持ってこれを出してきますから、と言って荷物をまとめて出て行った。義母は勝ち誇った顔でニヤニヤしながら、借金を背負ったって助けないからね、と言って私を見送った。夫は何も言わずに下を向いてうつむいていた。とりあえず私は実家に戻り、離婚届の自分の箇所を記入し、承認欄を両親にサインしてもらって離婚届を役所に提出。そしてもちろん弁護士を通して内容証明を元夫と不倫相手の職場に送った。元夫の連絡先はブロックしているので連絡は来なかったのだが、その代わり元夫は一人で実家にやってきた。私は会いたくなかったので父が対応したのだが、元夫は慰謝料なんて支払えないということをひたすら言ってきたそうだ。義母がいないところを見ると、おそらくまだ義母には何も話していないのだろう。父が元夫を問答無用で追い返してくれたので、私は元夫の顔を見ずに済んだ。そして弁護士を通して、分割でもいいから必ず支払うことを約束させた。だがそれから3ヶ月ほど経った頃、今度は元義母と元夫が2人で実家に押しかけてきた。私は両親の勧めで実家で暮らしていたので、ちょうど2人が来たタイミングに家にいた。今回もまずは父が対応してくれた。私と母は聞き耳を立てながら様子を見る。すると元義母の叫び声が聞こえてきた。どうして私たちの家のライフラインが全て止まるのよ。あんたのところの娘が何か細工をしたんでしょ。もしかしてマサトの給料を横取りしてるんじゃないでしょうね。そんな声が聞こえてきて、この人は逆にすごいなと感心してしまった。自分の息子の非は決して認めないんだな。あくまで私を悪者にしたいんだな。私はなんだか元義母が哀れに思えてきて、二人の前に顔を出すことにした。元義母は私に気づくと目を見開いて怒鳴った。あんた、やっと顔を現したわね。あんたのせいでマサトも私も大変な目に遭ってるのよ。どうやったか知らないけど、早く電気や水道を使えるようにしなさいよ。あんたのせいで私は還暦のお祝いのヨーロッパ旅行にも行けなかったんだから。そのように叫ぶ元義母に私は冷静に言ってあげた。離婚をした時点で私には公共料金の振り込みなどを行う役目はないです。その辺はすべてマサトさんにお任せしていますよ。ライフラインが止まるってことはマサトさんの給料では支払えていないからじゃないですか。私がそう言うと元義母は声を荒げた。あんたバカなの。マサトは大企業に勤めていて、今は月50万を稼いでいるのよ。
支払いができないわけないでしょ。どうやらやっぱり元夫は元義母に言っていないようだ。私は現実を教えてあげようと、自分の源泉徴収票を元義母に見せてあげた。こっちが会社の収入で、こっちが英語講師での収入です。英語講師。元義母は目をパチパチとさせている。そして源泉徴収票を見て目を見開いた。確かに月に50万ほどもらってるわね。それじゃあマサトの給料って。私と別れる直前のままだったら、カフェのパートタイマーだからだいたい手取りだと月に6万くらいじゃないでしょうかね。6万。そして不倫の慰謝料も支払わないといけないから、生活費に充てるお金はほとんどないんじゃないでしょうか。不倫。どうして。マサトは大企業に勤めるエリートサラリーマンじゃないの。元義母は自分が思っていたものと現実があまりにもかけ離れすぎて、今にも倒れそうだった。元夫は気まずそうに、母さんごめん。ずっと言えなくて、と謝った。すると元義母はとんでもないことを言い出した。のぞみさん。私が悪かったわ。何も知らないで勝手なことを言って。しっかりと反省するから戻ってきてちょうだい。この人は一体何を言っているのだろうか。よくこの状況で戻ってこいなんて言えますね。私はマサトさんと離婚してますので赤の他人です。戻る理由もありませんし、それに不倫されて嫁いびりまでされて、さらにはあなたたちをまた養わなければいけないのに、誰が好き好んで戻るのでしょうか。これ以上、ここに居座るなら警察を呼ぶので早く立ち去ってくれますか。私が冷静に淡々とそう言うと、元義母と元夫は、と情けない声を出して去っていった。一応私は接近禁止令を出して、元夫や元義母が私の前に姿を現したら通報できるようにした。その後の二人についてだが、元夫は私が内容証明を職場のカフェに送ったことから、職場の人たちから冷たい目で見られるようになり、不倫相手と一緒に自らカフェのバイトを辞めたらしい。だが慰謝料の支払いをしなければいけないので、現在はバイトを掛け持ちして結局激務で、心を病んだ頃と同じくらいの仕事量になっているそうだ。不倫相手には捨てられてしまったそうで、現在は元義母と二人で生活しているらしい。しかし元義母にだんだんと認知症の症状が出始めていて、現在は借金返済のために一生懸命働きながら介護もしなければいけないというハードな日々を送っているそうだ。ほんとざまあみろって感じだ。一方、私はそのまま実家で住み続けながら、ものすごい勢いで貯金をしている。現在はかなり貯めることができていて、近々投資にチャレンジしてさらに資産を増やして、数年後にはセミリタイアできるようにしようと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。